お茶。かねことでございます。ということで、前回の動画でキャビアを取り出したチョウザメ、2週間ぐらい寝かしてあります。そのぐらい寝かした方がチョウザメは美味しいよって言うんで、寝かしました。今日はこちらのチョウザメを使って、ちゃんとしたムニエル作りたいなと思います。ムニエルって僕適当に小麦粉つけて、バターをフライパンにやって、焼いて作ってたんですけど、どうやらそういう作り方じゃないらしいんですよね。なので今日はチョウザメを使って、本格的なムニエルを作っていきたいと思います。本格的って言っても家庭的なやつですけどね。ちゃんとした手順で作っていきたいと思います。よし。そしたらまずこちらのチョウザメを揚げていきましょう。卵を抜かないで10キロありましたんで、卵抜いたんで9キロぐらいですね。せーの。2週間熟成させたチョウザメなんですけど、ちょっと匂いがあるぞ、これ。大丈夫か？こんな感じですね。大きいですね。さて、じゃあ今日はちょっと手袋をつけてさばきます。まずは頭と尻尾を落としてしまいます。で、チョウザメは軟骨が多い魚なので、意外と骨は柔らかいみたいです。でもね、身はすごく綺麗ですね。骨は柔らかいね。よっ。頭が落ちました。ミルキーな感じな身質ですね。で、尻尾もここら辺からちょっと落としちゃいますね。そしたらチョウザメはここの背中のところに口輪っていう硬い鱗みたいなのがついてるんですよ。で、それを取っていきます。ここですね。口輪が取れました。で、この口輪が蝶々みたいな形してるんですって。で、その蝶々みたいな形をしてるから、チョウザメっていう名前がついたんですって。で、あともう一つ、この昔の人が川でチョウザメの尻尾を見た時に、サメみたいな尻尾をしてるから、これはサメなんじゃないかっていうので、チョウザメってついたんですって。本当は全然サメとは違う種類なんですけどね。ちょっと匂いがあるな、独特な。パンみたいな匂いがします。綺麗に洗っていきます。さて、頭が落ちました。ちょっと頭落として、身をだいぶ洗っても、ちょっと匂うな。ここまでの熟成というかギリギリの魚は僕食べたことないかもしんない。それにこれ海の魚じゃなくて、淡水の魚だからね。ものは試しで食べてみましょう。大名おろしで OK ですね。うわ、黄色いもんな。でもめちゃくちゃおろしやすいですね。わ、骨が本当に柔らかくて、切れちゃいますね。はい、こんな感じですね。油がちょっと黄ばんでます。黄ばんでるのか、こういう色なのか。で、あとは背骨を取るだけ。はい、めちゃくちゃおろし方は簡単。そしたら、じゃあまず一回半分に切りましょうか。半分に切っちゃって、で、腹骨をすきます。ちょっとお腹が、タルンタルンなので大きめにすきますね。このぐらい引いちゃいます。で、ここは切り落とします。そしたら皮は引いちゃいましょう。本当にね、匂いがそんなにうえって感じの匂いじゃないんですけど、パンをこねてる時の匂い、小麦粉とイースト菌が混じった匂いですね。チョウザメの身ですね。皮目がすごく油っぽいですね。ものすごい油です、これ。さて、そうしたら一度この身を塩水処理していきます。食塩水で、こうやってね、洗っていきます。表面のぬめり、油を落とします。これかなり濁りますね、やっぱ。でも身はかなりしっかりしてますんで、腐ってるってわけではないと思うけどな。腐ってても食べるんですけどね。そしたら水気を切って切り身に切っていきます。ムニエルだからこうしてちょっと斜めに包丁入れましょう。こんな感じで、こうですね。はい、そしたら今からの作業が結構大事なポイントです。塩を振ります。ムニエルをするときはこうやってね、軽く塩を振っておくんですって。で、塩を振って10分ぐらい置いておきます。
そうすると、魚の中に入ってる匂いがある水分、それが塩の浸透圧で出ていきます。しっかりと振っていきます。今この状態です。で、10分置くとかなり汗をかいてきますので、それでは10分後に移動。はい、では10分経過しました。かなり水が出てきてるの分かりますかね？これが臭いらしいので、水をしっかり拭き取ります。こういう形ですね。そしたら、ここに塩コショウの代わりに、今日はこの視聴者の方からいただいたイタリアンハーブミックス。これかけましょうか。これで下味をつけていきます。多分ムニエルには合うと思いますんでね。そしたら次に小麦粉をまぶしていきます。両面まんべんなくまぶしていきます。このまぶすときにムラがなくまぶすのがポイントですね。で、今回は皮剥いじゃってありますけど、もし皮がついてる魚、鮭とかタラとか、そういうのでやる場合は、皮の方はそんなにつけなくても大丈夫みたいですね。で、皮のついてる魚の場合は、皮の方から必ず焼くと。そう書いてありました。こうやってはたいて余分な粉を落とします。こういう形ですね。はい、そしたらいよいよ焼いていきます。まずはフライパンにオリーブオイル。この冷たい状態から切り身を入れていきます。ここではまだ熱さないみたいですね。はい。で、ここで初めて火を入れていきます。で、弱火でじっくりと焼いていきます。いつも僕、バターを入れて、ジューって焼いてたんですけど、あれやっちゃうとダメみたいですね。なぜなら、バターってとっても焦げやすいから、バターの焦げた苦味とかが出ちゃうみたいなんですよね。だからまず焼き油として、オリーブオイルでじっくり焼く。これが基本みたいですね。で、じっくり焼いていきます。はい、ではある程度火が通ってきましたら、付け合わせの野菜も切って炒めていきましょう。今日はアスパラガスと、今が旬のお茄子ですね。お茄子も、このぐらいに輪切りにしましょう。そしたらオリーブオイルを拭き取ります。そしたら付け合わせの野菜を炒めていきます。で、もうちょっと焼き目をつけていきます。この段階でしっかり焼き目をつけておくと仕上がりがとっても綺麗になります。お、いい感じに焼き目がつきましたね。このぐらいの焼き目で完璧ですね。そしたらここで登場。バターですね。加えていきます。もう一個入れようかな。いい感じですね。そしたらこれをお皿に盛り付けていきます。今日はこういうお皿に付け合わせ野菜をまずは盛り付けて、ナスとバターの相性は最高ですからね。で、アスパラもこうちょっとハッシュタグみたいな感じで盛り付けていきたいと思います。こんな感じでおしゃれじゃないですか。ただムニエルの向きも揃えて、そしたら次はソースを作っていきます。ソースはね、バター醤油トマトソースでいきましょう。バターで、バターに火をかけて弱火です。で、熱してる間にこちら今日は氷コピントマト使っていきます。トマトを、そうだな、ざく切りでいいと思います。このぐらいザク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 と。そしたらバターからいい音が聞こえてきたら、ここにお醤油、そこにトマトで、ニンニクもみじん切りにして加えていきます。ちょっと1個は多いと思うんで半分ぐらい。で、弱火でゆっくり火を通していきます。で、そこに柚子の絞り汁を少し垂らします。はい、これでソースの完成ですね。で、出来上がった熱々ソースをたっぷりとかけていきます。はい、これでチョウザメのムニエルの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。自分で言うのはお恥ずかしいですけど、料理屋さんとかで出てきそうな感じになりましたね。さあ、ちょっと匂いがあったチョウザメ、一体どう化けたのでしょうか。焼いてる時にも思ったんですけど、身がとっても柔らかいんですよね。本当に箸で簡単にこうほぐれるぐらい、とっても柔らかいです。で、匂いがね、若干チョウザメのあの匂いがしますね。ソースに絡めていただきます。うまいわ、これ。心配してたドライイーストみたいな匂いですけど、全く
気になりませんね。で、淡水魚とは思えないぐらい、とても旨味のある脂がありますね。癖がなくてうまいな。付け合わせのアスパラも最高だね。で、またこのソースが夏っぽくて美味しい。ナスと一緒にいただきます。うまっ。で、このお腹の方いただきましょうか。いただきます。背も腹も油の乗りは変わらないね。もう全身まんべんなく油の入ってる魚って感じですね。はい、こちら。まだね、キャビアたくさんありますんで、キャビア乗せて食べてみましょうか。これをたっぷり乗せて、贅沢だな。これもそのままいただこう。キャビア。うまい。では、チョウザメのムニエル、キャビア乗せ、ナスもさらに乗せて、いただきます。高級なフレンチ料理店じゃん。何回か僕そういう店行ったことありますけど、出てくるよ、こういうやつ。キャビア乗せると、トゲがなくなるというか、全体の一体感が半端ないね。はい、ということで、今日はこちらの、チョウザメのムニエルときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん！ゲーのやつ。脂っこいものにビールは最高ですよ。はい、こちら、5対5ですね。いただきます。今日デザートありの日です。僕これ見た時ね、マジかと思ったんですよ。こちら。まず第一印象、超可愛くないですか？これが夏いちごっていういちご。いちごって冬から春にしか出回らないフルーツだと思ってたんですけど、でも最近は夏にもいちごあるんですね。こう品種改良されて夏いちごって言ってこういうちっちゃめのいちご流通するみたいですね。これだけで3200円。ちょっとお値段はお高めですけども、僕がちっちゃい頃とかなかったけどな、こんなの。ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。酸味が強くて甘みは少ないな。美味しいんですけど、これはイチゴそのままで味わうというよりかは、イチゴ飴とか、あとショートケーキにのせたりだとか、そういった用途で使うものだな。悪くないけど、旬のイチゴの方が僕は好きかな。美味しゅうございました。ごちそうさまでした。ということで、今日は2週間熟成して、あれちょっと際どいんじゃねっていうチョウザメをさばいてムニエルにしてみましたけども、めっちゃうまかったです。ただ本当に腐る寸前でしたね。今日やってよかったなって。明日だとちょっと遅かったかなっていう鮮度感でした。で、今日は正しいムニエルの作り方でムニエル作ってみたんですけども、めちゃくちゃうまいです。ああいう風にバターから焼くんじゃなくて、焼き油として一度オリーブオイルを敷いて、オリーブオイルでしっかり焼き目をつけて、オリーブオイルを拭き取って、バターを入れる。で、取り出してソースを作ってソースをかけてあげる。これが美味しい作り方ですね。今日のソースかなり美味しくできましたんで真似してほしいですね。フライパンにバター、醤油、トマト、ニンニクでちょっと柑橘を絞るだけ。これで出来上がりですので、皆さんもぜひぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。